休日のショッピングモールは家族連れで賑わっていた。嬉しそうにはしゃぐ子供たちを優しくたしなめる親たち。そんな光景を脇目に、老齢の女性清掃員は黙々とゴミを拾っていた。私にもあんな時代があったわね。幸せそうな家族に数十年前の自分を重ねると、清掃員は深いため息をつく。優しくて大好きだった夫。利発で親思いだった息子。三人で過ごす楽しい週末。そんな時代は確かにあった。今はもう見る影もないけれど。どうして私はこんなところで一人でゴミを拾っているのかしら。時給だって大したことないのに、私何をどこで間違ったんだろう。私の人生って一体何だったのかしらね。いっぱい遊べました。タイムカードを切って帰り支度を終えた清掃員は帰宅するべく軽自動車に乗り込んだ。しかしなかなか車を発進させることができない。家に帰りたくない。家にいるのは定年退職した夫と引きこもりの息子だ。その二人のために疲れた体を引きずって夕飯を作ってお風呂を沸かして夕飯後には食器を洗って車の中でたっぷり30分は消費して、清掃員はようやくエンジンをかけた。家に帰りたくない。このまま車でどこかに行ってしまいたい。夫も息子も捨てて一人になりたい。でも私にそんな勇気はない。定年退職した夫は今まで働いてきたんだからと家でぼんやりするのみ。その気持ちはわかるけど、家にいるなら家事の一つくらいしてほしい。働いている時だって夫は家のことを何一つやってはくれなかった。家事も子育ても全部私一人だった。今思えばいわゆるワンオペ育児ね。それでも私はそれが当たり前だと思って夫に尽くした。お父さんが働いてくれているから私たちは暮らせるのよと息子に言い聞かせて。私だってパートや内職をして
家計を支えていた。けれど給料の低さから、夫は働いているとみなしてくれなかった。そんな私に夫は言った。息子が引きこもりになったのは、私の育て方が悪かったせいだと。就職した会社で心が壊れた息子は、それ以降、働きに出ることもできず、家に引きこもるようになった。引きこもりは一時のこと。きっといつかは、と思いながら、好きなことをさせ続けた息子は、とうとう、40歳を超えた。帰宅した清掃員に、夫と息子は、おかえり、とねぎらうこともなく、機械的に、飯は、と尋ねてきた。二人のいるリビングはゴミだらけで、台所のシンクには、清掃員が作り置きした昼食の食器がそのまま置かれていて、塔に暮れた外には、清掃員が朝に干していった洗濯物がそのままだ。夕飯を催促するだけの夫と息子は、珍しく、二人揃ってリリースされたばかりのソーシャルゲームで遊んでいる。そんな中、荒れた我が家を見て、清掃員は動いた。ゴミは片付けなきゃね。その手に、包丁を握って、あなたたちは気にも留めないでしょうけど、ゴミは分別して捨てないといけないの。だから、きれいに分けなくちゃね。あら、大変。血は落ちにくいのに。これはお掃除が大変。やりがいがあるわね。ほんと。私は、なんてことを。劇場のままに夫と息子を手にかけた清掃員は、その包丁で自分の首を切った。頸動脈から噴水のように溢れる血が、かつては白かった壁に降り注ぐ。バカみたい。結婚して、子供を産んで育てて、数十年も家族をやって、待っていた結末がこれだなんて。血と涙でぐちゃぐちゃの清掃員が倒れ込むと、傍らに落ちていた夫と息子のスマホが光り輝く。そういえば、二人は何かゲームをしていたな、と、清掃員が目を閉じた瞬間、そのスマホから、グレーテルと赤ずきんが飛び出した。